はい、どうもです。ということで、今回はこちらの黒炭ネクロを紹介したいと思います。今回もモダンホライゾン3によるタイムレスデッキなのですが、新カードの登場によりかなり強力なデッキが登場しました。デッキ名の通り、ネクロドミナンス、そしてネクロポーテンスをフィーチャーしたデッキになっていて、どちらも自分のドローステップがなくなってしまうのですが、ライフを支払った分カードが引けるという強力なカードですね。タイムレスにおいては暗黒の儀式が使えるので、1ターン目からどちらかのネクロを設置することができて、圧倒的なアドバンテージ差で勝っていくというデッキになっています。とにかくライフの消耗が激しいデッキなので、ライフゲイン手段として不憫な悲哀の更新、構成の泉、そしてアクロゾズが採用されていますね。また、下環境で剣士級のカード、悲嘆が再録されたのも影響が大きく、1ターン目にマラキールの最短や再活性で悲嘆を出し直すこともでき、かなり強力な動きをすることができるようになっています。さらにモダンホライゾン3でボルトインカードが登場したことによって、土地の枚数をかなり減らすことができ、下環境においてはボルトインカードは入れ得となっていますね。特にボカートの獲物さらいはメインから墓地対策をすることができるので、タイムレスに多いリアニメイトデッキにもメインからある程度対策をすることができるようになっています。はい。ということで、かなり面白い動きをするデッキとなっていますので、BO3 ランクマッチでどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。ちなみにタイムレスなので、相手もね、えぐい動きをしてきますね。さあ、やっていきます。こちら先手。ボルトインがあって、暗黒の儀式があって、で、ネクロドミナンスもあるので、割といいハンドではあるかなと。ライフの消耗はね、かなり激しいんですが、その分、こっちがね、ガンガン、攻めていけるハンドではありますね。さあ、ということでやっていきましょう。まずはボルトインから、暗黒の儀式で、ネクロドミナンスですね。で、1点ライフを支払って、ワンドローしていくと。ネクロドミナンスを置くことによって、手札の上限がね、5枚になってはいくんですが、不要牌はね、普通に捨てればいいだけなので、次のターンあたりからは、ガンガン回していく感じでいいかなと。相手はラクドス。ラクドススキャムですかね、これは。ラクダスもね、その、悲嘆と劇場を得たことによって、モダンでその劇場が禁止される前ぐらいのね、強さがあるデッキですね。タイムレスなんで、それ以上か。さあ、ここは、マラケリルの最短を1枚、持ちに落としていくと。さあ、ということで、2ドローしていきましょう。ガンガンと手札を補充していく感じで。下環境に多い、こういう手札破壊デッキに対してもね、強いっていうのが、このデッキの強みでもありますね。さあ、相手さらに思考囲い。これは、何抜かれてもっていう感じではありますが、一応、弓使いとかですかね。もしくはライフゲイン手段を取っていくか、黒更新を、してさせていくと。ということで、もう弓使いは出していきましょう。どっちにしろね、その手札はどんどん補充していくんで。さて、ということで、この弓使いももう出して、で、手札はどんどんと回していくと。さあ、3点取って残り8点からの4点、5点でいいか。はい、5枚ドローで、ネクロは1枚あればいいので、どんどん捨てていきましょう。どんだけ手札破壊をしても、その分ね、補充をすることができると。1ターン目にネクロさえ置ければ、このマッチアップは割と有利な、気はしますね。さあ、相手はこれをどう対処していくか。構えてくる。一旦除去構えかという感じではありますが。さあ、4点アタック。稲妻。トークンが焼かれてるだけなんで OK でしょう。さあ、2点通って残り6点から、獲物さらいはもう出していきましょう。このカードね、ただの3マナ31なんですけど、土地の代わりにこれが入れれるってなったら、結構ね、強いですよね。さあ、ということで、さらに2枚カードを引いていくと。ライフこそ、かなりね、少なくなってはいるんですが、ただこの手札差ですよね。アドバンテージでは圧倒してるので、
まあ基本的にはかなりこっちが、有利な状況ではありますね。で、まあ一応手札に、まあ除去も2枚ある状況ということで、まあ何が来ても大体いけそうな、盤面ではあるかなと。さあ、ここはセオロドレット。うん。まあこれは焼いていきましょう。3枚使っていいか。3枚使って X5 で焼いて、で、弓使いと合わせて6点はこのターンに削り切れますね。さあ、5点からの、まあ、アタック5点。で、弓使いで1点ですね。さあ、まあ、いい感じに、このデッキの強みをね、見ることができたのではないかなと。随時、サイドボード行きましょう。まあ、相手タイムレスの、ラクロススキャムということで、黒力戦を入れたいぐらいですかね。まあ、多分弓使いはそんなにいらないマッチアップだと思うので、こんな感じでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。儀式はあるけど、ネクロがない。まあ、マリガンですね。さあ、これは、まあ、ちょっと分回りはなくなりましたが、まあ、ハンデスで耐えることができるかどうかという感じではありますね。さあ、相手1ターン目アクションはなしと。まずは囲いで、反動を確認していきましょう。なるほど。相手も結構、まあ、ヌルキープではありますが、まあ、これであれば、全然やっていけそうですね。そして、ネクロポーテンスを引いていく。まあ、次のターン、ネクロを置けるということで、まあ、なんとかなりそうですね。さあ、手札破壊で、相手のスペルをどんどんと抜いていく。さて、ということで、ネクロ行きましょう。まあ、ネクロポーテンスはね、自分でメインのうちにね、起動させる必要がありますね。ドミナンスとはちょっと挙動が違うので、まあ、注意が必要です。さあ、まあ4回いきますか。さあ、これによって、終了ステップの開始時に4枚、自分の手札にカードが入っていくと。まあまあ、いい感じですね。まあ、これだけあれば、なんとかやっていけるのではないかなと。相手ここも構えてくる。まあ、悲嘆から行きそうですかね。まあ、早期コストで、唱えていきましょう。さあ、まずは、相手の手札を確認していくと。まあ、止まってきてるので、何かありそうですが、稲妻か。さて、どうするか。まあ、一旦、アクロゾズ出していきますかね。相手もこれでハンドが、枯れていくので、さあ、アクロゾズキャスト。まあ、相手、劇場で一応、焼くことはできるんですけど、まあ、アクロゾズは何回でも戻ってくるため、一応ネクロも起動しておきますか。まあ、劇場しててもよかったですが、さあ、どこまで引いていくか。まあ、7枚ぐらいまで引いていってもいいですが、まあ、一応黒更新があるんで、ライフは全然回復することができるということで、さあ、手札を5枚補充していく。はい。さあ、黒更新2枚目も来ましたね。まあ、悪くはない、ドローではないかなと。相手は、フェッチランドから、はい、情報ランドを持ってくると。まあ、相手一旦、劇場を出してくるとは思うんですが、まあ多分その後がね、全然続かないと思うんで、まあ基本的にはこっちが、まあだいぶ有利な、状況ではありますね。さあ、一
旦このターンは、はい、劇場を出してくると。さあ、クロゾズに4点飛ばしていくんですが、まあ、黒更新で、まあ、除去りながら、ライフも、まあ、かなり回復していくことができると。まあ、もう、X5 で打っていきますかね。まあ、一応、構成の泉まで出していきますかね。ネクロドミナンス、再活性はいらないので、はい。さあ、X7 で7点ゲインしてから、構成の泉まで出していくと。で、ネクロ起動。まあ、ライフは全然余裕があるんで、どんどんとドローしていきましょう。いや、黒更新がね、このデッキにかなり合ってるんですよね。さあ、ということで、6枚ドローしていく。このハンド差ですよね。まあ、基本的に対ミッドレンジとかは、ハンド差がもうほんとえぐいことになりますね。さあ、相手は、お、なるほど、エンチャント除去。さあ、これネクロを割ってはいくんですが、まあ、ネクロ8枚入っているため、からの再活性。うん。まあ、これも、黒更新で即除去っていきましょう。まあ、もう、除去っておきますか。X5 で、1、2、3、4、5なので、X6 でいいか。追加で2マナは出すことができるので、2枚、手札追放して、で、ドレッドを倒していくと。さあ、6点ゲインしながら、まずはドレッドを対象。ネクロ引いてくる。まあ、一旦アクロゾズプラス、まあ、ネクロも出しますかね。ボルトインすることができるので、ボルトインでネクロを出していくと。で、さらに、2ドロしていきましょう。さあ、こちらは、もう延々と手札を補充できるということで、まあ、さすがにここから負けることはないとは思いますが、さあ、目玉で殴ってくる。まあ、ただ、ライフはね、ガンガン削れるんで、火力とかで死なないようにっていうのは注意が必要ですね。さあ、さらに構成の泉出しまして、まあ、これで何もしなくても、毎ターン6点ゲインですね。で、一応力戦も出しておきますか。さあ、まあ、黒更新もあるので、さすがに、突然死はないでしょう。まあ、ただ、なんていうか、投了してこないんで、何か逆転できるカードが入っているのかもしれないですね。まあ、これももう焼いておきますか。ドミナンスはいらないので、ドミナンスを捨てて、最大火力で打ち込んでいく。うん。まあ、さすがに、という感じではありますが、さあ、こんだけネクロを使ってるんですが、ライフは19と。さらに4点ゲインで、23まで回復していく。ライフは減らないわ。カードは引き放題だわで、まあめちゃくちゃしてますね。さあ、さらに3枚引いていく。まあ気持ちよくなりすぎて、ライブラリーアウト負けとか、だけ強いかな。まあそれ以外でおそらく負けることはないかなと。さあトップに劇場を積んでいきますが、まあ劇場は即対処することが、できるということで、うん。まあまあ、これは一時しのぎにしかならないですね。何か逆転できるカードあるんかな。さあ、まあマックスで打ち込んでいきますが、残り2点。まあ、何やっても
勝てる状況ではありますね。さあ、悲嘆、出しをしていく。相手はもう、なんていうか、トップから対象カードを引き続けないと勝てないということで、まあ、さすがにですね。はい、これ投了と。GG。さあ、やっていきます。こちらは後手。これは微妙だな。まあ、動けないんで、さすがにマリオンですね。まあ、これはキープしていきましょう。暗黒の儀式はないんですが、まあ、ハンデスで耐えながらネクロを目指すっていう感じになりそうですね。まあ、もしくは悲嘆、1ターン目再活性とかもできるんで、まあ、悪くはないハンドではあるかなと。さあ、相手は白黒から暗黒の儀式。まずトロールで、残り2マナからの環境。はい。まあ、これがタイムレスですね。一旦メトロールと。まあ、ということで、こっちも、悲嘆を再活性していきましょう。さあ、悲嘆追放して、まずは、早期コストで唱えていく。エレンダ。あ、これは、エレンダもらっていきましょう。はい。まあ、ゲインクリーチャーをもらっていきますか。そして、バグったキャストできるはずなんですが、なんだこれは。あ、戻った。謎のバグがありましたね。さあ、出た時4点ゲインで、エレンダの効果で44が出てきますね。多分ね、これ相手がしたかった動きをこっちがしてるという、まあ、謎の状況ではありますが、まあ、タイムレスはね、はい、まあ、友情コンボで勝ちですね。GG。まあ、タイムレスは、トロールをね、使ってるデッキが多い都合上、まあ、再活性はこんな感じで、入れ得だったりもしますね。まあ、ただ相手リアニメートデッキなんで、航空の力戦は全部入れていきましょう。で、まあ、このマッチアップはハンデスも増やしておきたいかなと。まあ、何を抜くかは結構悩ましいですが、まあ、泉抜いておきますか。さあ、1本目勝って2試合目。土地0なので、これはさすがにマリガンですね。いや、どうかな。土地1枚引ければ、勝てるハンドでもあるんですよね。まあ、キープしてみますか。さあ、まあ、相手虚空の歴戦でね、かなり動きは制限されるんで、で、土地が1枚引ければ、暗黒の儀式から、ネクロポーテンスいけるということで、まあまあ、ここは引かずと。さあ、土地が引けるかどうか。まあでもあれか、相手、ハンデスあるんで、って考えると、まあ確率的には結構厳しい。はい。さあ、暗黒の儀式から、はい。まあ、白黒吸血鬼。さすがにまあまあまあ、これは即答了でまあ、リアニマは入ってるけど、リアニに頼ってるわけじゃないよということですね。まあこれも分回りはないんですけど、一応キープしてみますか。一応囲いからの再活性があるんで、また1試合目みたいな感じになる可能性もね、全然ありますね。さあ、ということで、まあ、悲嘆からですね、悲嘆再活性が決まるので、さあ、まずは悲嘆を早期コストで、唱えていく。さて、連打はないか。この手札だと悲嘆でいいかな。で、まあこれでやれば、マラキルの最短で
出し直していきましょう。さあ、悲嘆がもう一回戻ってきまして、で、もう一枚抜いていくと。まあ、除去を、抜いていきましょう。さあ、まあ、この動きはね、モダンでもできるんですけど、さすがにね、この動き、えぐいですよね。1ターン目、悲嘆ブリンク。さあ、相手はヘッジから重宝していくと。トロールを落としていく。うん。まあ、正直もう、相手のハンドボロボロなんで、トロールを、まあ、悲嘆があったか。さあ、悲嘆で、相手のすべてのカードを抜いていくと。2ターン目にして、悲嘆3回目ですね。さあ、相手はもうこれでトップから勝ち手段をね、どんどんと引いていかないといけないという状況になりましたね。まあ、ただ可能性としてはね、全然あるんで、まだ油断はできないですが、まあ、こっちとしては、はい、ネクロ系を引いていきたいんですが、ネクロを引いていく。さすがに、さあ残り4点から、こっちは手札0から5枚まで、回復させていくと。うん、除去も引いてきましたね。さすがに投了と。じじ。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。